どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。日本語を学んでいる人のために全てのエピソードに振り仮名と英語訳付きのスクリプトをつけてパトレオンのサイトで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。はい、今日は僕の高校生活について、ちょっと話したいと思います。それから高校生活の中でも特に、勉強、部活、行事、この3つについて、話していきたいと思います。まずは勉強についてです。大抵高校生は1日、6つ授業があります。学校は月曜日から金曜日まであります。なので週に30個ぐらい、授業があるんですね。で、歴史とか数学とか科学とか英語とか体育とかいろんな授業があります。皆さんの国でも同じ感じですかね。で、ほとんどの高校では朝9時に、1時間目の、一番最初の授業が始まります。一つのクラスは、大抵50分です。で、クラスとクラスの間には、10分間の休憩もあります。10分間、休む時間があります。それから、4つ授業が朝終わったら、その後昼休みがあります。この昼休みも大抵50分ぐらいです。で、昼休みには、僕の学校では、ほとんどの学生はみんな家からお弁当を持ってきて、そのお弁当を昼休みに食べてました。僕も、お母さんが作ってくれたお弁当を、昼休みに食べてました。でもお弁当がない人も、学校に食堂があったので、食堂で、ご飯を買って食べることもできました。例えば食堂ではうどんとかそばとか定食とか、いろんな、食べ物があります。で、昼休みが終わったら、あともう2つ授業があります。最後の授業が終わるのは、そうですね、3時頃です。で、3時頃、全部の授業終わって、で、その後、部活に入っている人は、部活動に行きます。じゃあ次は、部活についてもちょっと話したいと思います。部活というのは学校の、クラブのことです。皆さんの国にも、部活がありますか？スポーツだと野球とか柔道とかサッカーとかバスケとかテニスとかいろんな、スポーツの部活があります。もちろん他にも吹奏楽部とか、軽音楽部とか美術部とか演劇部とかスポーツの他にもいろんな、部活動があります。ちなみに僕は、ラグビー部に入ってました。ラグビーをしていました。僕の学校では僕の周りのみんなはほとんど部活に入っていました。部活に入ってない人はちょっと珍しかったです。で、さっきもちょっと言った通り最後の授業が3時頃終わって部活は4時頃から始まります。大抵4時頃から、2時間ぐらい練習します。僕の部活では平日は火曜日から金曜日まで放課後毎日練習がありました。週末も土曜日と日曜日、どっちも練習がありました。月曜日は学校があります。学校の授業はありますけど、部活は、休みでした。で、夏休みと冬休みの間、学校の授業はないんですけど、
部活はほとんど毎日ありました。それから合宿というものもありました。合宿というのは1週間ぐらいチームのメンバーと先生と、他の県に行って、いろんな他の学校のチームと練習したり試合をしたりすることです。なので冬休みとか夏休みとか長期の休みの時には、この合宿というものもありました。なので部活は、すごく忙しかったです。もちろん学校や部活によって、もっと休みがある部活もありますけど、僕の行ってた学校の僕の部活はすごく忙しかったんです。それから次は行事について話したいと思います。行事もいろんな行事があったんですけど、特に印象に残っている、2つを紹介したいと思います。まず一番印象に残っている、一番楽しかったのは修学旅行です。修学旅行というのは、クラスのみんなと先生たちと一緒に行く、旅行のことです。どうですか？皆さんの国でも修学旅行はありますか？僕は修学旅行は北海道に行きました。北海道で、いろんな観光地に行ったり、いろんな美味しい食べ物を食べてすごく楽しかったです。他にも京都とか大阪とか東京とか沖縄とかに行くのも一般的です。それからもう一つすごく楽しかった行事が、文化祭です。文化祭というのは、学校でやる、お祭りのことです。各クラスいろんな出し物を考えて文化祭の日に、お店を出すんです。自分たちのお店を出すんです。例えば、たこ焼きのお店とか、例えばかき氷のお店とか、他にも、教室を使って、お化け屋敷をやるクラスとか、脱出ゲームをやるクラスとか、いろんな出し物がありました。文化祭は、準備はすごくたくさんあって大変です。けど当日はいろんな食べ物を食べたり、いろんなイベントがあってすごい楽しいんです。他にも文化祭の日には軽音楽部がライブをしたりもして、すごい盛り上がるんです。すごい楽しいです。はい、こんな感じでね、日本の学校はすごく忙しいです。でも勉強だけじゃなくて、文化祭とか修学旅行とかこういう楽しいイベントもあるんです。はい、ということで今日は高校時代について話してみました。皆さんの高校時代はどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパテロンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。